うとうとしていたらいつの間に遊びから帰ってきたのか、茅野が冷たい頬を私の頬にくっつけ、ああ、お父さんの匂い。と言った。この子を残してこの世をやがて私は去らねばならぬのか。母の匂いを忘れたゆえ、せめて父の匂いなりともと恋しがり、私の眠りを見定めてこっそり近寄る幼心のいじらしさ。父の命はようやく取り留めたものの、それさえ間もなく失わねばならぬ運命をこの子は知っているのであろうか。枯れ木すら倒れるまではその幹のうつろに小鳥を宿らせ、雨風をしのがせるという。重くなりゆく病の床に全く身動きもままならぬ寝たきりの私であっても、まだ息だけでも通っておれば、この幼子にとってはよるべき大木の影と頼まれているのであろう。けれども私の体がとうとうこの世から消えた日、この子は墓から帰ってきて、この部屋のどこに座り、誰に向かって何を訴えるのであろうか。私の布団を押し入れから引きずり出し、まだ残っている父の匂いの中に顔をうずめ、まだ生え変わらぬ奥歯をかみしめ泣きじゃくりながら、いつしか父と母と共に遊ぶ夢の我が家に帰りゆくのであろうか。夕日がカッと差し込んでだだっ広くなったその日のこの部屋のひっそりしたありさまが目に見えるようだ。私のおらなくなった日を思えばなかなか死にきれないという気にもなる。イエズス・キリストの言葉を聞こう。5羽のスズメは4千にて売るにあらずや。しかるにその1羽も神の御前に忘れられることなし。汝らの髪の毛すら皆数えられたり、故に恐るることなかれ。汝らは多くのスズメに勝れり。この言葉を聞いて安心しないものがあろうか。神にお任せしておきさえすれば、まこともかやのも絶対に大丈夫である。戦争はいよいよ激しくなり、相次ぐ空襲に大学病院は患者で満員となった。
私の教室はまるで野戦病院のようだった。夕方になると私の足の力が抜け、筋肉が引きつったりして、階段を上る時などには看護婦さんから押し上げてもらった。それを見て笑う者は私自身だけであった。学生さんが走り寄ってきて、私の手に持った参考書を代わりに運んでくれたりした。みんなにいたわられながら、私は楽しく忙しく立ち働いていた。そこへ不意に落ちてきたのが原子爆弾であった。ピカッと光ったのをラジウム室で私は見た。その瞬間、私の現在が吹き飛ばされたばかりでなく、過去も滅ぼされ、未来も壊されてしまった。見ている目の前で我が愛する大学は、我が愛する学生もろとも一段の炎となっていった。我が亡き後の子供を頼んでおいた妻は、バケツに軽い骨となって、我が家の焼け跡から拾われねばならなかった。台所で死んでいた。ありがたいことには、たまたま3日前に山のばあさんの家へ行かせた2人の子供が無傷で助かっていた。おびただしい原子爆弾症患者、さまざまな症状相次ぐ死亡者。それを何とかして助けようと考えに考えを重ねる苦悩。患者を訪ねて回ったあの2ヶ月。それもついに私自身が原子爆弾症のため危篤に陥り、そのため打ち切らねばならなかった。主与えたまい、主取りたもう。主の皆は常に賛美せられよ。元来私は無より神の愛によって創造された。母の体内に宿った時が私の創造であった。その時以来今日に至るまで、私の得たすべてのものは皆神の与えたも歌ところである。健康、才能、地位、財産、家族などすべて元来私の所有ではなかった。だからいつどこでこれらのものを取り上げなさっても私が損をするわけでもなく、また得をするわけでもない。別に嘆き悲しむに当たらない。未摂理のままにお任せするのが当たり前である。
そして御摂理は常に感謝し賛美せられるべきものである。なぜなら神は愛する一人の人間を創造になった。それが私であったからである。神は私を愛したくて私を創造なさった。神に悪意の創造はない。神は常に私を愛し、絶えず私の幸福を願っておられる。与えたものが愛のおぼしめしによるものであると同じく、取りたものも愛のおぼしめしによる。私の身の回りに起こるすべては神の愛の摂理の現れである。それゆえ私はいかなる目に遭おうとも神の皆を賛美せずにはおられない。原子爆弾が弾けた時、この浦上のカトリック信者1万のうち8000人が死んだ。ここには純真と情勢の2つの。いずれも女子修道会の経営するところで、校長以下教員は修道女がほとんど全てであった。純真の生徒たちは工場に動員されていたが、燃ゆる火の中で賛美歌を歌いつつ次々と息絶え灰になっていった。浄水女学校の方も同じ最後だった。ここでは27人の修道女教員が天に召された。その夜、私は教室の小笹君たちを患者の手当てに出したが、その話によると、女学校から東の方200メートルの川端に真夜中幾人かの合唱するラテン語の賛美歌が続いたり絶えたり聞こえていたそうである。それは全く古の神の祭壇に汚れなき子羊を捧げ燃やして神の御意を安らげた半祭さながらであった。ああ、第二次世界大戦の最後の日、長崎浦上の聖地に燃やされた大いなる半祭よ。